こんにちは、トランスです。今回は UFO アサルトを攻略します。簡単そうに見えますが、それなりに手応えがあります。まず操作はボタン1個で行います。ボタンの長押しはありません。またボタンの連打もありません。その昔ナムコのパックマンを見て4方向レバー1本だけで驚いたことを思い出しました。前回もお話ししましたが、パックマンはパターンを覚えることが攻略でした。そして完璧にプレイすると左手1本で延々と同じことを繰り返すゲームでした。空いている右手でカップ麺を食べたりタバコをふかしている人がいたのを覚えています。そうだ、トランスは右利きですが、移動に関する操作は左手で行います。本題に戻ります。 UFO アサルトはさらに操作が少ないです。現代に合わせると左手でスマートフォンを操作しながら右手でボタンが押せます。曲芸ですね。トランスはできませんが、動画にして YouTube に投稿したら話題になるかもしれません。今度こそ本題に戻ります。見ての通り UFO は左から右へ移動します。プレイヤーが移動をコントロールすることはできません。そして左から右へ移動し終わると一段下がったところから再びスタートします。高度が下がった UFO がビルに接触してしまうとゲームオーバーです。そうなる前に爆弾を投下してビルを破壊し、安全な通路を確保します。ラウンドをクリアするためには全てのビルを破壊しなくてはなりません。昔のゲームは1回撃った弾が画面から消滅するまで次の弾を撃てません。ミスを取り返すのが容易ではないですが、 UFO アサルトは数回のミスなら大丈夫です。トロフィーの取得条件は9回着陸することです。着陸なんてしてないと思いますが、どうもラウンドをクリアすることのようです。そして1回のプレイで9回達成しなくても構いません。これは助かります。トランスはこの動画までに7回着陸していたようでした。アーケードパラダイスの序盤に出てくるゲームなので、選択やその他の雑用が入った時にはゲームを途中でやめたりしていたと思います。ただしこの方法はちょっと効率が悪いのです。なぜかというと、目標の中にラウンド3をクリアするというのがあります。トランスはこれを残していたため、続けてプレイする必要がありました。正直に言うと、洗濯やトイレの詰まりには関係なくミスをしてゲームオーバーになっていました。そう、このタイプのゲームは苦手です。トランスは横スクロールのシューティングゲームは得意な方でした。ですが時期から爆弾を投下して自由落下させてピンポイントで目標に命中させるなんて難しいことなのでしょう。古くはコナミのスクランブル。これは地表を這うように飛行して命中率を上げて攻略しました。その次に苦労したのはナムコのスカイキッド。苦労して拾った爆弾が全然目標に命中しませんでした。これは爆弾を拾わず目標も倒さないことで攻略しました。なんかおかしいでしょうか。あ、ラウンド3もクリアです。この後同じようなプレイが続きますので映像を飛ばしました。 UFO アサルトはどう攻略したのかというと、目標の真上でボタンを押すことです。 UFO だけあって慣性の法則は関係ありません。垂直に落下します。高いビルから破壊するのがセオリーですが、すぐに激突するわけではありません。これを利用して1回目の飛行はボタンを連打して数多く爆弾を落とすことも可能です。トランスが本格的に攻略するならこれを実践して1回目の飛行中にそのラウンドの戦略を考えるスタイルをとります。まあトロフィーと目標を達成したので本格的な攻略はありえません。そして終盤になった時に隣り合うビルを残さないことです。
できれば2つ間を置きたいです。そうしないと際どいタイミングでの爆弾投下を要求されます。正確なプレーができれば高得点も望めそうです。トランスは届きませんでしたが、皆さんはランキング入りを目指して頑張ってください。ところで元のゲームは何でしょうかね。ひょっとすると大昔のマイコンゲームかもしれませんね。それではまた来週お会いしましょう。